さて選択は正しかったのか、常に自問自答を強いられるペーパーズプリーズ系ともちょっと違う新たなホラーサバイバルが登場とのことで、今回は No, I'm not a human の紹介を行います。こちら来訪者と呼ばれる人に扮した化け物が自分の家を訪れ、それに対しどう対処するか選択し悩むことそのものを楽しむシミュレーションゲームです。実際にそういう状況に陥った時、あなたはどんな行動をとるのか、それを体験し知ることができる作品でもあります。まずストーリーとしては二軸に分かれた異変が起きます。一つ目は太陽の異変です。昼間はものすごい熱が放たれ、外に出ることすらできない世界になります。世界の終わりを感じられます。次にもう一つ、来訪者と呼ばれる存在です。主人公は隣人から噂話を聞きます。一人でいると危ないということです。奴らは人の顔をかぶり、複数人いないところを狙ってきます。という状況からゲームは開始します。昼も夜も外に出れず、何をするかというと、ドアをノックする来訪者への対応を取ることだけです。夜に何人か訪れてくるため、一人一人話を聞き、帰ってもらうか中に招き入れます。あるいは窓の外を見てどうなっているのか様子を確認したり、テレビやラジオから情報を得られます。来訪者からもらった飲み物を飲んでも良いでしょう。家の中では他に客の相手をする、あるいは寝ることくらいしかできることはありません。ここでちょっと待てよと、来訪者を家に入れてはダメじゃないかという方もいることでしょう。しかし一人になるとアウトなわけです。やってきた来訪者がやばい存在なのか、もしくは普通の人なのか、一見わからず、少なくとも絶対に誰かは招き入れないといけません。よって主人公は厳選する必要があります。対話でおかしな点はないか全力で判断します。やばい存在ならば会話に矛盾が生じたり、会話すら成り立たないに違いないためです。また日が経つにつれ、テレビやラジオから情報が増えていきます。来訪者と呼ばれるものの特徴に関してです。はじめに来訪者は歯の色が白いと情報が流れます。次に来訪者は爪に泥が絶対についているという話を聞けます。奴らは地面の下からやってきて、それゆえ太陽に非常に弱く、夜に来訪してくるためだからだそうです。そして来訪者は目が充血しているとも聞けます。あるいは来訪者は脇の毛がないという話もあります。ここがゲーム性に関わります。得た情報をもとに来訪者が普通の人なのかどうか、プレイヤーは判断することになります。招き入れた来訪者に対し、前日の特徴が一致する場合、持っている銃で撃たなくてはなりません。やらなくてはやられます。しかしシステム的におかしいこともあります。判断するためには体力を大量に消費するため、1日に検査できる回数が限られます。招き入れた人の数が多いととてもではありませんが、全員を調べることはできません。ここら辺でうっすらと気づくわけです。歯が白いとか、爪に泥があるとか、目が充血しているとか、普通の人でもありえないかということにです。太陽の異常な熱に弱いだなんて人は皆そうなわけです。つまりあの時招き入れ、撃ってしまったあの人物は、ただの人だったのではないかという疑問が生まれ、罪悪感がやってきます。そもそも確かなことなどほとんどないわけです。今起きている太陽の異常現象、それを目や肌で感じられるくらいです。それに合わせ来訪者がやってくるなんてよくよく考えると、それこそが異常な考えなわけです。といったこういう話は昔からあるとされる実話をモチーフに作られ、環境心理学とかで学べたりもします。情報が遮断された戦時中はおろか、逆に情報が溢れる現代のインターネット上ですら頻繁に発生する事柄です。噂が広がり、デマへとつながり、皆疑心暗鬼になり、他人を攻撃し始めます。そしてこの作品では本当に地面からの来訪者がいるのか確かではありません。なぜならばデモ版であり、いいところで終わってしまうためです。もちろんもっと遊ぶことでわかるかもしれず、あるいはどっちのルートもある世界線が作られているかもしれません。つまり自分はどういう考えを持って遊ぶかでも感想は変わります。道中明らかにヤバくてテレビが報道していた来訪者の似顔絵まんまのやつが家に来たりしますが、存在を疑わなければそいつは地面からの来訪者そのものであり、疑うのであればただの異常者なわけです。それと仮に人の姿はしていない描写がなされた時、疑心暗鬼に陥った主人公の目にはそう映ったというまやかしルートも考えられます。ドアのスコープ、覗き穴から見るすべての人は多くがどこかおぞましく不気味な表情を帯びていたりもします。
以上からNo I'm Not a Human は異常気象によりこちらはただ猛暑を生き抜くしかない中発生した噂話来訪者に対して答えがあるかどうかもわからない選択を取り続けその行為は正しかったのか悩むことを楽しめるホラーサバイバルシミュレーションとなっております。デモ版では良いところで終わってしまい、それが評判を逆に呼んでいる印象でもあり、97% に圧倒的好評、1500件ほどとなっております。加えてデモなのに実績があり、多彩なルートがあるかもしれません。遊ぶ人により結果が変わりそうなゲームのため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。現在デモ版は Steam で公開中で、リリースは PS5 と Xbox も予定がなされています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。No, I'm not a human. 私は人間ではありませんと。一体どんな存在がやってくるんでしょうね。さあ、ノックオンがしましたが、おーっと、動かせる。あ、3D のゲームなんだ。どちら様ですか？玄関見るスペース。お隣さん。なぜ見ただけで気づかれたんだ。怪しい。この隣人。変わらずってとこですね。よし。平常予想。寄ったのは訳がある。私がちょっと気になる。嫌な予感がする。いとこ。電話があった。向こうの報道じゃ太陽に異常が起きている。地中から這い出てくる連中。来訪者と呼ばれてる。君が悪い。嘘だといいんだが。太陽と来訪者。まず太陽に関して。どうした？太陽が爆破する？表面でフレアが起きている。異常事態である。この夏やたらと暑かった。最悪の事態に備える必要がある。とは言ってもね、いとこが言っていた。一人で家にいるのは危ない。それで心配になってね、様子を見に来たんですね。奥さんと娘さんどうしたんだあんた。心配いらない。最近信頼してる友人が来ている。家族は任している。一緒に暮らそうって話か？しばらく。危険だから。話の続きは朝にしよう。台所で待ってる？また朝に会おう。台所って何？もう部屋に入ったの？どういうこと？今夜は誰も来そうにない。台所？この家の台所じゃないよね。これは特にチェックはできないのか？電話は使える。電話線は秋まで治らない。今いつなんだ？夏って言ってたけどさっきね。もう秋なんじゃないの？浴室。今は入らない方がいい。昼にしよう。物置。夜はこういうとこも危険なんだね。これが台所だが入れない。とりあえず寝りゃいいのか？書斎。今、そして寝室かな？何の写真だこれ？犬か。下側がね、ちょっと破れてますね。とりあえず寝るか。ここはマウスカーソルで選択するんだね。なんだ？やばい。あんた目玉。メガネの度がすごいよ。本日午前6時28分、太陽から強力なエネルギー放射。やばい。予想を大きく上回っていると。屋外の気温は危険水域。非常事態宣言。日中の外出を控えてください。左上のこれなんだ？電源ゲージみたいな。他には調べられませんね。さあ、朝ですが、どうしようかな。ラジオどうだ？聞ける。ラジオの使い方かな？右ダイヤルを回すと受信できる。左クリックをしながら左右に動かす。左ダイヤルは音声調整用。信号が拾えない場合、周波数帯を変える。中央ボタンを左クリック。使ってみようか。聞こえる。緊急通報サービス。人が燃えている。太陽に焼かれて燃えてる。やばい。暗くなるまで出ないでくださいと。でも夜はあの男が歩き回っている。青白く痩せている。これが来訪者か。来訪者の特徴みたいなの聞きたいですね。招き猫みたいなのあるけど。10時か。あんまり調べられるものありませんね。書斎。では台所。いるのか？いたー。もう何やってんだよ、勝手に入って。怖えな。お前顔が青白くないか？まさに来訪者。その特徴にぴったりだ。なら、俺の言った通りだな。日中は外に出てはダメだ。すると家に他人を入れなきゃならない。そうなの？どうして？なぜだ？やるしかない。いとこも詳しくなかったが、一人でいちゃダメらしい。そういうことか。一人でいると襲われてしまうから。
どんどん人を増やさなきゃいけない。そういう話か。だがあいつ言っていた、一人きりか尋ねられたら、家に人がいると答えると。なるほど。奴らはそうやって質問してくるんだね。他人が何の役に立つんだ？何か持ってきてくれたり、情報をくれたりするかもしれない。来訪者の兆候の検査。日中は暑さで体力が長く持たない。だから誰を検査するかは慎重に。検査すると神経が張り詰めて体力を消耗する。会話に関しては問題ない。体力は使わない。好きなだけ話すと。窓の向こうも要注意。テレビも悪くない。周囲の状況を知るには自分の目しかない。何をすればいい？生き延びる努力しかできやしない。この悪夢が早く終わるのを願うばかりだ。政府がどうにかしてくれるはずだ。まあそうだな。それを頼るしかないよね。避難所に行くんであれば、うちの家族と一緒にいてくれと。ビールを一箱持ってきた。義理の兄が醸造所で働いている。飲んで寝ちまえ。もう寝るの？昼間は寝ろって話か？かなり眠たくなる。喋りたくない場合は、ビールを飲めた。そうか。冷蔵庫はどうだ？冷凍庫いっぱい入ってるね。ボッパービール？食べ物みたいにあるけど。ビールぐらいか？このタッパーが怪しいな。虫がいる。電気が来てるようだけど。窓も見れるって話だったね。目が潰れそう。今見れない。日中は鳥に誰もいない。本当に人来んのかな？これを見れるんだ。おお。あのビールでぐったりだ。電気マークはゼロにある。そうすると眠たくなるんだ。ふらふらしてきたぜ。おやすみ。夜か。テレビはどうだ？何もないな。ラジオでも聞いてみるか？ノックオンした今。してますね。よし、話を聞こう。どちら様？進撃の巨人ライクなんだよね。こんばんは。元気だな。お父さんここにいる？呼んでくれる？なんと、息子にしては髪の毛長いよね。娘さんかな？昼間はへっちゃらだったけど、今は怖い。夜になると人がたくさんうろうろするから。なんだ？何言ってんのお前は。お父さんの名前は？お父さんの名前忘れちゃったの？私が来訪者かどうか試してるんだね。ずる賢。私もこれから試しちゃおう。昼間はへっちゃらって時点でもおかしいでしょ、もうあなた。ここに来るまでなんともなかった。いや、来訪者が怖い。わかんない。みんな怖がってるから私も怖い。一度も見たことがないのに。怖いの？ぶったりする？気をつけろとはお父さん言っていた。ここまで静かに来たと。気をつけてね。気をつけてね。ありがとう、おじさんもね。お父さんが作ってくれたゲームで遊ぶんだ。サイコロ転がすんだよ。椅子とかソファとか使って進んでいくの？なんだそれ。道を作っていく。恐ろしい。なになんで？どういうこと？どういうことなんだ？急に横に現れたら何が起きてんの？状況がつかめない。じゃあねって。これも明らかにおかしいでしょ、こいつ。いなくなった。なんだったんだ、今は。また、すぐやってきた。ちょっと待って。お隣さんどうした？お隣さん。いるの？お隣さんは。今入らない方がいい。夜入れない。全然状況がつかめない。庭先に数人の若者がたむろしてる。怪しい。3人いますね。なんか、日本人の写真が使われてるように見えるけど。もう一回人が来たから。見てみるか。さっきの何だったんだ？もうやばいって、もう明らかに。手に胴が長いよ。酒場に避難していた。追い出されてしまった。俺の気質に耐えられる奴ばかりじゃない。誰かを傷つけるつもりはない。当たり前だろうが。何言ってんだ。生きてて嘔吐しそうになるとき？何言ってんか全然わかんないな。来訪者じゃないんですか？いや、面倒事起こしたりしませんが、どっちがいいんだ？来訪者。俺を怪物の一味とでも？違う。俺は来訪者じゃない。聞く奴はクソくだらないと言ってんのか。なぜ追い出されたんだ？最初は暴言の一つも吐こうかと思ったが気が変わった。言った通り浮いていた？気が知れない連中だった？酒場の連中が？何言ってんだこいつは。生きたまま食われたかもしれない。何言ってんか全然わかんねえな。もう話が通じない。帰れ。失せろ。私は臆病者だと。まったく、来るの早いんだよ。窓見よう。やだね、もうこの開き方。恐ろしい。誰一人いない。またすぐ来るし。もう一つの窓を見たいとこだが。次、もうだから全員怖いってもう。今んとこね、ヒントとかないよね。ここが怪しいと、来訪者だみたいな。これレンズで曲がってんの？どっちなんだこれ。昼間は外に出なかった？もう顔がなんで。どうしてここに来たんだ？家に来訪者が来た。自分の家から追い出された？
いや、来訪者追い出さないんじゃない？これからどうするんだ？すぐに全部片付くって言ってください。お願いだから。何言ってんだお前。帰れ。うん。さよなら。まったく、変なやつしか来ないな。今夜も来ないと。今夜これで終わりか。まだどうだ？あれが隣人の家。今訪ねてきてる相手の窓から明かりが漏れ、家族が帰りを待ってるようだ。どういう意味？さ、何事もなく。おお、またお前。ニュースの時間です。太陽活動は衰えを見せない。犯罪発生率が上がっている。少々お待ちください。来訪者との接触に関する緊急情報。ヒントかな。来訪者は人間の外見及び振る舞いを模倣する。接触は下げろ。見分ける兆候の一つが確認されている。真っ白な歯。証言を裏付ける目撃者もいる。これを信じていこうか、とりあえず。真っ白？ホームレスは白く整った歯をしている。後に来訪者と判明した？どうやって判明したの？これ何？どっちも同じ人物？ちょっと待って、見分けのつき方わかんない。こっちも真っ白に見えるけど。見ようによっては。でも、あまりにこっちは綺麗すぎるって話かな。これは不自然だと。また、テレビが見れる。うさんくせえのあられだ。暖気が流れ込み、気温に関する話か。さらなる高気温、予想される。紫外線も強まる。太陽の下にいることによる健康な悪影響。それは定かではない。日焼け止めでは効果がないと。火傷はする。バラエティ番組、まだ見れる。今のは AC みたいな番組だったのかな。これ後ろ見たらいそうだな、あいつか。あまりにこれね、近いんだよね。ラジオどうだ？これか。I want to believe。時、時間。陰謀に関する話。スペシャルゲスト。来訪者の真実。来てない？何してんだお前。寝ぼけてんのか？資料がみんな盗まれた。真実を明かすのは許されないというのか。これこれそうか。人が来たら、これ座るって話か。誰がやられてしまった。さっきの出来事。まだ血が乾いていない。もう、そこに放置するの。せざるを得ない。外に出れないから。いる。肌の大きさが体に合っていないかのように、焼けただれてんのかあれ。あれはどっちなんだ、本当に。ただひたすら。これもやばい。あなた手遅れですよ、もう。何があったんですか？昼の太陽にやられた。山火事の消火中に僕だけ生き残った。この人をね、かくまっても何もできないよね。でも消火活動に当たっていたんなら、いい人のはずだ。なぜ病院に行かないんですか？そんなもの、もう存在しない。病院に意味がないと。相手を信用できなきゃ、治療なんて無理だ。でもなぜ私を信用するんだ？誰も僕を助けてくれない。信用されない側か。そういうことか。もう長くない。よし、入ってください。ありがとう。消火に行く前、この紙を職場で渡された。フェンマンの隔離区域に行け。これは避難所かな。さらに、新たな兆候、来訪者の爪の間の泥。なるほど、奴ら地中からやってくるからね。爪に泥があるんだ。さらに、被害者の共通点、一人きりでいたこと。またやられる前に、狂人と会話を交わしていた。容疑者の似顔絵。こんな人は、わかんない。一人、焼けてるからな。ちょっとわかんないね。衣服はズボンのみ。別人の皮をまとっている。どうしようもないじゃん、もう。ズボンのみだからね。それくらいかな。ドア開けず、話さない方がいいのかな。話を聞いてみよう。二人いますね。もうかわいそうに。でもズボンだけじゃないね。そうか、調べるには、これ使うのかな。爪はどうだ？検査。この人は、どうかな。話だけは、ただだね。思ったよりひどい。あと1週間も持たない。ここでゆっくり休んでくれ。せっかくなんで、検査させてもらいましょう。手だな。これは自分で噛んでんのかな？歯型があるけどね。イラついて。泥はついてないからね。安全でしょう。銃を構えられる。これ何？もしかして、この図ではね、わかんないけど。調べることでなんか起きんのかな？目を調べたいけど。じゃあ歯調べてみようか。歯は汚いね。いや、今の白いの。ちょっとわかんねえな。じゃあこちらの人も一応。まだね、2つ分ありますから。
検査させてください。手です。どうなのこれ。判断がつかないけど。でもまあ、ここら辺の指は綺麗だからね。これは問題ないのかな。2本、炭の丸太みたいだ。焼けてしまったのか。爪は綺麗。うん。もうちょい調べようか。これは最後だ。じゃあ歯。歯は黄ばんでますね。もう来てるじゃん、もう。さっきの似顔絵まんまじゃん、これ。ちょっとおまわりさん。これ話しダメだ。入れるつもりありませんよ。ドアしっかりしてる？何があるかわからないからね。わかるだろう？何言ってんのお前。こちら銃を持ってます。素晴らしい。急須猫を噛むって？ではね。家に一人きり？一人じゃありません。今日はついてるね。ここで一人だった場合、嘘はつけなかったりするのかな。ここでバレてるんだね。中で誰かこそこそ話してるの聞こえるよ。嘘がバレたら襲われていたとこだった。でも数日後はどうかな。まずい。一人そうだ。この後ね、倒れてしまいそうだよね。いなくなった。もっと人を増やさなくては。助かるためには。あなたはどうだ？そう。これはどうなんだ。もうわかんないよ。石炭みたくまうか。これは煙のせいであると。これはもう信じよう。信じたいね、私は。この人は信用しよう。というわけで寝るぞ。しかし子供いないからな、すでに。窓。あいつか。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。